はい。そうです。すみません、いきなり開けてしまって。開けてしまってすみません、いきなり。あ、いえ、大丈夫だよ。どうした？まあういや、すみません、僕ちょっと気持ちも通らず来てしまったんですけど。ん。まあ、なんか、話あれば全然聞くからさ。ありがとうございます。うん。自分の中でザ・シックを大体直すことができず、うん。次のステージっていうのは、あまりにも考えられなかったなっていうのが、うん。もうザ・シックのメンバーはほぼ誰もいないですけど、うん。やっぱこの水商売から離れることも一つの選択肢だとは当然思ってはいたんですけど、うん。でもずっと多分安定した未来があったとしても、うん。25、24でうんザ・シックを立て直すことなしにうん。多分一生蘇れるだろうなっていう、うん。すいません、僕の勝手な気持ちなんですけど、うん。未練があるっていうようなところ。かなりそうですね。まあでもそれは別にユミトの責任ではないと思ってるから、まあ正直こういう状況になったのって別に従業員誰一人悪くなくて、まあ正直本当に俺のせいだと思ってるわけよ。だからその俺のせいでしてしまった失敗を別にお前らが何とかしてくれよなんて俺の中では正直思ってなくて、俺が立ち向かわなきゃいけないまあ議題だと思ってるから、それをまあやらずにやめたからといってなんかあいつ無責任だなとは思わないから、別にそこはさ、そんな負い目を感じる必要はなくて、でまあ俺もちょっとユミトに対して申し訳ないなって思ったのが、その最後 LINE とか打ちながらこういう話とかをもっと俺なんかちゃんとしてあげられる機会をまあ取ってあげてたらよかったなとか、なんか将来にそんなさ、その不安を感じてるって思ってなかったから、だから資格取んなきゃいけないのかな、なんか学歴しっかりつけなきゃいけないのかなっていう不安を持ちながらホストをさせてるとしたら、やっぱ俺の責任だと思ってんのな、経営者として。で、そういう不安とかさ、あんま俺がちょっと察してあげることができなくて、まあ、ああいうアドバイスも本当最後の最後にあんな形でさ、ちょっとしてあげられるぐらいのアドバイスしかしてあげられてなかったけど、まあ単純にコミュニケーションがちょっと少なかったかなっていうのもあるし、まああとは、俺もさ、その MA って言って、まあ会社買収みたいな形を、別の授業で経験してるんだけど、その時に何が起こるかって、やっぱり新しく来た経営陣だったり、新しい経営方針に、やっぱ既存のスタッフからすると、やっぱ抵抗は絶対あるのよ。それがどんだけ新しい経営陣が優秀で、どれだけ正しいこと言ってようが、やっぱりやってきたさ、組織のルールだったり、そこの中での常識って俺は絶対あると思ってて、はい、で、まあ今回で言うと、別に俺が正しいとか黒崎さんのやり方が正しいとか、そういう話の次元ではなくて、ただ、確実に言えるのは、俺のブランディングと俺の考えと、俺の会社の組織の作り方と、彼の組織の作り方、多分180度ぐらい違ってたと思うのよ。でも、ユミトは、シックでずっと頑張ってくれて、実際にシックで結果が出てたのも事実だし、はい、いい店だったと思ってるのね。うん。だとしたら、黒崎さんのやり方は黒崎さんのやり方は俺は成功だったと思ってるのよ。ただ俺が、そこで抜本的に前のやり方から変えたら、それは、今まで評価されてた項目が、評価項目がまた別の違う評価項目になったら、なんか俺今までやってきたこと意味ないんですかとか、新しい組織だと俺評価されないのかなとか思わせちゃうのは、多分、必然的にしょうがないことだったのかなって思ってて、だとしたらしなきゃいけなかったことは、もうちょいこう、腹割って話して、こういう店作りてえんだとか、こういうビジョンを持ってるんだとか、多分そういう話をね、まあもうちょっとしてあげられたのに、できなかったなって、だからそこは多分すれ違いになっちゃってた部分もあったから、なんか別に俺の中で、例えば、昇格見送りにするよって言ったのも、取締役昇格に関しては俺は
まあ正直ゴーサイン出してもいいと思ってんのよ。ただ俺がそこで懸念点は、まず周りからあいつなんか残ったからあげてもらえたんだなっていう変な見られ方しない、まああいつだったらもう当たり前になるよねって思われるような状況を作りたい。昇格興味ないかもしれないけど、俺からしたら結構取締役がでかい。別に弓とか嫌いだからとか評価しないってわけではなくて、やっぱりその世間の見られ方的に、まあなんか残ったからあげてもらえたって1ミリでも思われるんだったら、別に1月、別に先月何番取ってくれないと俺そんな思ってなかったわけよ。ただ、そういう動きを見たいなっていう中で、まあ言った一言だったんだけど、まあそういうところもさ、弓とからしたら、俺評価されてないのかなって少しでも俺だったら思うなと思って、まあ、反省してて、で、まあ、ユミトに対して俺シック立ち上げもう一回やろうぜって言った時に、まあなんかもうちょっと腹割って話せる関係値になろうぜっていう話してたじゃん。でもなんかそれってなんか結局ユミト任せでお前から歩み寄ってこいのスタンスだったなと思って、なんかまあもちろん俺からも歩み寄って話せばよかったなっていう、なんか多分そうだとかってさ。いや全然全然。いやいや、ちょっといろいろ学ばせていただきました。いやいやいや。ありがとうございます。ごめんね急にやめて。あ、いえ、とんでもないです。割とコミュニケーションの取り方がなんかちょっと体育会系っぽいからさ、自分からガンガン来てくれるじゃん。で、なんかこういう時どうしたらいいですかとか、新しい方針どうしましょうってさ、多分あっちから来てくれたから、なんとなくうまくいっただけで、彼がああいうキャラクターじゃなくて、ね、俺も歩み寄らなかったってなったら、多分俺、結局そうだと思う。平行線だったなっていうふうに思ってんだよ。で、よくよく考えると俺なんか結構自分からあんまこうさ、歩み寄るの苦手なタイプで、それは自分でも自覚あるんだけど、まあ、ユーシーにしてもさ、そういう仕事じゃないじゃないですか。あ、そういうこと言ってたんだ。はい。なんで面倒見きれんす。このレベルを。結構なんか、今思うと、なんでこういう関係でパートナーっぽくなれたかって、やっぱあいつは結構文句も含めて、意見をちゃんとガンガン言ってくるタイプの人間だったから、はい、だからなんとなくできてただけで、俺も、ちょっとコミュ障っぽかったな、みたいな。ちょっと反省してんだよね。うん。そう、まあだからまあ終わった話だからと思うかもしれないけど、その辺は俺もなんかユミとか退店っていう形になって、なんかいろんなキャラクターがいるのは事実じゃん、人だから。自分からガンガン意見言ってくるタイプもいればさ、ある程度溜め込んで頭の中で考えてまとまってから話そうって思うタイプ、ユミトみたいなタイプもいる中で、なんかそういうタイプに、俺ちょっとあんまこう、歩み寄りきれてなかったなっていうのはあったから、うん。なんかちょっと寂しい思いさせたんだとしたら多分俺のせいなのかなっていうのは今反省してて、でまあそういうのも込みで、今ねいろいろ考えて多分頭が割とまだまとまってない状況だと思うんだけど、まあその、ユミトの意見がもしまとまってるんだったらもう一回ちゃんと話は聞くつもりだし、はい、今その資格の勉強とかが例えばそんなちょっと魅力を感じないなって思ってるんだったらそれはもう心に従うべきだと思うから、やりたくないことをやっても俺は成功しないとは思うしっていうのがまあ俺の反省点と、まあユミトに対しての今思ってる気持ちはまあそういうところかな。あとはなんか聞きたいことあるか。大丈夫ですね。時間作っていただいたことはありがとうございます。自分の中でやっぱ2週間考えて、すごく心残りで、うん、今もそうですけど、うん、もう少し考えてもいいですか？いや、それはもちろん、ユミトの人生だから、後悔しないように決めてほしいし、はい、まあいろんな選択肢があるっていうのは、ね、はい、いいことだと思うから。さんとちょっと、もともとその、さんの方に行くかもしれないっていうのが、若干決まってた部分も、それを一旦さんにちゃんと話さなきゃなっていうのがやっぱ事務所としてあるかなと思ってるので、さんにそういう、まあ気持ちじゃないですけど、そういう胸を伝えた
上でまた話してるんですか？まあもちろんもちろん。うん。まあ各方面なんかいろんな話しちゃった部分があるんだったら。そうですね、まあ、入店するとかまではなってないですけど、うん、ただコミュニケーション取っていただいてた部分があったので、うん、そのちゃんと話した上でまたいいですか、時間。まあもちろんもちろん。うん。OK。じゃあまたいつも連絡してくれよ。はい、ありがとうございます。ああ。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ。はい。お疲れ様です。まあみんなに、まあちょっと急遽集まってもらった、そんな長い話じゃなくて、今から話す話は、ここだけで、SNS とか絶対にお客様とか、とも無用でお願いします。3月の、日程ちょっと決まってはないんだけど、後半に、桜木由美斗さんが、桜庭大阪に入店します。もともとね、ザ・シックで総支配人やってて、でそれから今シックなくなって、ローランショーね、みんな見てると思うから、ユミトの存在だったりとかは、知ってると思うんだけど、ユミトが大阪店に入店が決まりました。ユミトの気持ちとしては、桜庭大阪でゼロからやらせてくださいというふうに、俺の方に、俺と会長と話して、ユミトが大阪でやりたいと。で、そういうわけなんで、後半に入店が決まってます。急な移籍なんだけど、みんなの今の反応的にも、ウェルカムだと思うし、俺もぜひね、ウェルカムっていう気持ちで迎え入れたいなって、ユミトもゼロからの気持ちでやる、役職もなしで、掃除からやらせてくださいということで、来るんで、みんなもウェルカムな体制で受け入れてください。OK。はい。先月ナンバーワンですよね。はい。ユミトさんが戻ってくることはどう思いますか。ライバルかもしれないですけど、なんかまずあれですね、それよりなんか先に大阪店強くなるなっていうの方が多分今勝ってるですね、気持ち的に嬉しいなと思う。はい。いや僕もそれこそミーティングの話した時もめっちゃみんな驚いたんですけど、僕結構好きなんですよ、シンプルに。それこそ僕表彰式の時も結構お話しさせてもらってて、対談も取ろうみたいな感じだったんで、本当にちょうどいい強い相手が来てくれたんで、全然楽しみですね。いやー、これ叩かれる全然言っていいんかな。別にユミトさんもめちゃくちゃ好きで多分尊敬してるんですけど、なんかローランドさんのなんかこのなんていうんですかね、合わへんってなって離れていたのに、また戻ってくるんかみたいな、結局はそうやんで、なんかいや結局はでも自分が一番分かってますやんか、思いますけどね。自分は黒崎派閥でよかったなっていうのはやっぱ干されてるんだな、気持ちが切れちゃったし、ちょっともう二度と来ることがない